はい、こんにちは、彦左衛門です。今日はですね、もうこの間、もう2年ぶりにね、健康診断に行って、で、ちょっと健康診断の話をしようと思って、もう多分これ見てる外国人の人は、もう普通海外でももう定期的にその自分の医者とか会いに行って話をしたりするんだけど、でも日本のような細かいいろいろなんか検査される健康診断のようななんかそういうものは海外にはもうとにかく存在すると思うんだけど、俺聞いて経験したことなかったんで、本当日本も特別なもんで、そうね、初めて日本で健康診断を受けた時もね、なんかその時はね、もう多分日本人の感覚には、例えば新しい会社とか入ったら結構その会社とかその場所で使う単語とかっていろいろあって、もうそこでもう入ってて使ってると分かるけど、最初なんか同じ日本人でも同じ慣れてる単語でもなんか分からないことあるんじゃないと。で俺も例えば自分の仕事とか慣れてるところではもう日本語大丈夫だったんだけど、初めての健康診断にはそういう医療単語がいっぱいあって、でその中でもうやっぱりさっぱりなところがあったんだよね。困ってて、で恥ずかしくて知らないと言えないからうんってして、で特になんか覚えてるのはですね、一番最初の初めての健康診断にはいろいろ血が取られて、もう血取られてすごい嫌だったけど、はい、血取られたりして、いろいろレントゲンとかいろいろ取ったりして、でそれで看護師さんが来て、で白いコップを渡して、それにトイレに行って尿を入れてください。で尿って言葉はね、そこまでで俺の人生でもう日本語何年も勉強していろいろ使ってて、尿って言葉使わないんじゃない？だって友達同士だったらもうしょんべんとかおしっことか言葉使うけど、尿って普通言わないんじゃない？でその尿、しかもなんか日本っぽくない言葉だしねもう何もわからないって恥ずかしくて言えなくて、トイレまで行って、トイレに入って座ってカップ見て、とにかくトイレに行って、このちっちゃい白いカップに何か出して入れてほしいと考えられる可能性はまあ明らかに便じゃないからね。じゃあ便じゃなくて、2つ考えられるんだよね。でその2つでもうじゃあどっちにするかって悩んでるところで、とりあえず一番失敗したら恥ずかしくならないような選択肢をしましょうと。もう結局そういう方針で合っててそうやって尿の意味が分かって、間違ってたらね、もう大変なことになるしねどうしたこの人って。いやでもね、現実には言語を覚えてるとこういうことがあるんだよ。でそれでね、何年前に30歳になった時にはまだ日本の会社勤めてて、その時にそういう30歳の健康診断で、人間ドックのような健康診断で、基本的にねあんまりそういう注射とか血を取ったりしてそういうことあんまり好きじゃなくて、で30歳のことは胃の検査をしないといけないと聞いて、それはとっても嫌で、いろいろ聞いたら胃キャメラの考えが妄想嫌だったから、じゃあバリウムでいいけど、周り聞いたらみんなバリウムって本当に辛いよ、本当に嫌だよ、絶対胃キャメラの方が最近細くなったしってこと言って、俺どう考えたって胃キャメラの方が嫌だろうと思ったけど、でもあまりにもみんながバリウムより胃キャメラがいいって言ったから、じゃあ胃キャメラにしたの。その時胃キャメラにしてもう多分ね、俺の人生であれほど辛い経験は、嫌な経験はもしも人生トップ級入るんだよね。思いつかない。それよりいいキャメラより、確かにもう昔は相当分厚くてやってたらして、それも想像したくないけど、本当にだって抵抗してももっと痛くなったりなんか嫌になるし、とりあえずもうやられながらもう我慢して自分がいるところを忘れようとして、でもなんか動いてまた思い出して、基本的に変な言い方だけど、なんか侵されてたような気分だったら、もうなんかもう痛みと野外でもう涙もなんか横出て、ってこうやってよだれも垂らして、も
う本当にもう終わってほしくても終わんなくて、でもう人生トップ級の嫌な経験で、それでこの間また健康診断行ったら、もうそれも妻に言われてもちゃんとした健康診断しようと、でいいとこも全部チェックしようと、何年ぶりだったし、だからじゃあやろうと思って、で今回はもうバリウムにした。でそのバリウムってね、もうそれも経験したことなくて、そういうもう発泡剤みたいな、発泡剤っていうのかな、なんかとりあえず粉薬を飲んで、それをお腹の中で発泡してギャスでなんかお腹膨らまして、それでバリウム飲んで、それでなんかいろいろイメージできるらしいんだけど、それもちょっとね変だと思ったね。だってそれでずっとゲップ我慢しなくちゃいけないって、これも全部初めて知ったのよ。なんかもう日本に来て血液型されてもなんか普通大臣知らないからね。俺も最初知らなくて、結局分かったんだけど、ちょっと昔のブログ見たらそれがもうしてほしかった、知りたかったらそれ理解できるけど、とにかくそのバリウムもうお腹いっぱいの状態で、その気持ち悪いちょっとバリウムいっぱい飲んで、でそれでもう本当にシャカシャカなんかそういうマティニの飲み物のように機械の上に体が振り回されるんだよね。でちょっとゲップするなゲップするなとかって言って、ただただ医者のドッキリじゃないかという感覚で、これ本当に医療なのかってもうなって、結局終わったんだけど、でもそれでもね、確かに後でねちょっと薬飲んで早くそのバリウム出せるようにして、でその夜でも普通に戻って、でもいいキャメラの後で俺もう数日は嫌だったからね、結局俺多分ね個人的にバリウムの方がいいんだけど、でも皆さんどうですか？なんかそういう健康診断って好きな人が好きらして、そういう嫌なこと面白い経験とか何かあったのか、特に外国人の人とかもね、日本の健康診断ってどう思ってるのか、海外でどうなのか、僕もそれ知らないんでね、本当社会人になってもすぐ日本に来たんで、皆さんねちょっとコメントでそういう面白い健康診断の経験もなんか聞きたいんで、ぜひ教えてください。はい、ということで、ピース。